別に引っ越し会社なんて正直やりたくなかったですよ。仕事も一緒で、最初からできる人は基本いないんですよ。仕事でうまくいってる人だけ見て想像してるから、ここ全部抜け落ちてるんですよ。森社長、YouTuber だったりとか野球選手だったり、皆さん好きなことを仕事にしてていいなと思うんですが、好きなことを仕事にした方がいいですよね。どうかと思いますけどね。幻想ですよ、そんなの。あ、そうなんですか。はい、仕事って長い時間かけてやっていくものなんで、好きじゃないと続けられないかなと思ったりする。じゃあプロ野球選手の中で本当に野球が好きだからプロ野球選手やってますっていう人ってどれぐらいいるんですかね。全員じゃないんですか。最初はそうだったとしても全然今違うっていう人たくさんいると思います。 YouTuber だって何が好きなんですかね。動画を作ったりとか、それをたくさんの方に見ていただくっていうのが好きという感じですね。みんなですね、好きなことを仕事にする、その好きなことっていうフォーカスが結構間違ってると思うんですよね。みんな What ばっかりだと。要は何で選びすぎだ。それで選んでるうちは見つからないか、やってもやっぱ違うってやめたりとか苦しくなるとか、そういうことになると思います。What っていうのはここで言うと業種とか、プロ野球選手だからとか YouTuber だからとか、で今度は職種、社長がとか取締役がとか営業がとか職人がとか、こういうことをやりたいことの対象にするじゃないですか。僕はずっと What なんですよ。何をやったら何が好きだからみたいな。これで選んでるうちは見つからないか嫌になるか絶対成功しないですよ、と僕は思います。そうじゃなくてやっぱ Y ですよ。職種とか業種じゃないんですよ。その仕事で何が実現できるかっていうところをちゃんと探すっていうことをやらないと、好きなことを仕事にっていううまくいかないですよね、絶対に。言うならばブランド物好きみたいな話です。私はヴィトンのバッグ持ったら幸せなんじゃないかとか、物欲で満たされる世界を言い過ぎですよ。そうじゃなくって、なんでこのバッグを持ったらあなた幸せなんだとか、なんでこのバッグ持ちたいんだとか、なんでこの車買いたいんだ、なんでこの車買ったら幸せだと思うのかとか、中を掘っていかないと決していい形にはならないと思いますね。子供の頃の夢に女の子だったらお花屋さんになりたいとか、男の子だと今 YouTuber もそうだしプロ野球選手もありますけど、そういう職業で選ぶんじゃなくて、なぜそのプロ野球選手になりたいのかみたいなこともやっぱ考えた方がいいと思います。例えばよく言うんですけど、お花屋さんになりたかったとしましょうと、なんでお花屋さんがいいんですかって話に僕はいつも思うわけですよ。お花が好きだからと。大体こういうパターンですよね。お花が好きだとしましょうと。お花が好きだからお花屋さんになりたいじゃないですかと。実際働き始めましたと。お花屋さんになりましたと。でも仕事ですよねと。お花売れなかったらあなたの会社潰れます。もっとじゃあ先行って自分でお花屋さんやりたいと、好きだからとなったとしましょう。これも経営っていう職種ですね。もう自分で経営したら、お花屋さんだろうが飲食店だろうがなんだろうが、経営ってすることが基本大きく2つです。お金のマネジメントと人のマネジメントです。業種関係ありません。あれ、お花が好きでお花屋さんやったはずなのに、私毎日してる仕事ってお金の管理と人の管理だなってなるわけですよ。私がやりたかったことはお金の管理とか人の管理じゃないと。単純にお花に囲まれて仕事をしてたかった。むしろお花を買いに来る人にお花の素晴らしさを伝えたかったんだ。あれ何してるんだろう私。大体落ちますよ。だからみんなその何で選んでるから、ワットで選んでるからそうなるんです。今のパターンで言うならば、僕だったら想像できる範囲で言うと、例えばお花っていうものは、例えば人を笑顔にしてくれるとか、人に華やかさを持たせてくれる手段である。私はそうやってお花がそれで好きになったし、お花を買っていくことによって結婚式にお花出せたりとか、お祝い事にお花出せたりとか、そうやってみんなが喜んでる姿に一花添えられる。そういうことでこうみんなを豊かにしたいとかってなった時に、みんなをなるべく笑顔にしたいからお花屋さんをやってるんだ。ただの手段です。だとしたらなぜやってるかが結構明確なんで、これ究極お花屋さんじゃなくても下手したらいいかもしれませんし、それが一番できる手段っていうのを探してやるだけなんで、それのために人の管理やお金の管理もするということであれば苦じゃなくなるんですよね。職業で選ぶんじゃなくて、何がしたいのかみたいな目的をちゃんと見つけていった方が、より自分のやりたいことを続けられる仕事が見つかる。そうですよね。それこそだから映像作成とかこういう YouTube の制作とかもそうですけど、 YouTube 見るのが好きだから YouTube がやりたいことで、私だったらもっといい動画作れるのにとかって言って、じゃあ入りました。はい、最初やらされること、アシスタントみたいなこととか経験がなければですよ。なんなら事務作業とか、なんなら企画で決まってるこの動画をそこに編集するためのね作業とか、私が作りたかったものを作りたい。 YouTube が好きだったから YouTube とかのこう動画の配信とか制作してる会社に入ったのに全然できないみたいな。
もうよくありがちな話じゃないですか。それじゃなかったら自分でやって食えと。自分でも好きなことができるだけの力を身につけてやるしかない。だからもう極端な話、別のことでお金稼いで生活する分には問題ない。別にこれで金稼がなくてもいいんで、自分の好きなように好きなことをやりたいだけ。こうやって別にそれの仕事をするんだったらもういいんじゃないですか。お金を稼がなきゃいけないとかっていうのが反面入るんだったら、自分のやりたいことだけやって稼げるかって言ったら大体の人が多分稼げないんですよ。何で選ぶよりもなぜそれをやるのかとか、なぜそれをやりたいかとかっていう目的をしっかり持ってないと、そのプロセスに耐えられないですよね、みんなね。大概やりたいと思ってやった職業でも、いきなりやりたいことだけをやらせてくれるところって多分ないと思う。ありえないですよね。やっぱりこう、下積みじゃないですけど、そうじゃない活用もやったりとか、いうところでだんだんこう信頼してもらってちょっとずつやらせてもらえる。なんかね、ちょっと昔ウィルキャンマストみたいなのあるじゃないですか。やりたいこと、できることをやらなければならないこと。で僕なんかも実例そうなんですけど、僕が会社立ち上げた時に正直言いますけど、別に引っ越し会社なんて正直やりたくなかったですよ。強いて言うならば。でも僕の中の当時のマストは、家族を養わなければいけないんで、お金を稼がなければならない。家族を養わなければいけない。これがマスト。キャンは過去の経験からやってきたことは引っ越しの仕事だ。そこに見るなんかなかったわけですよ。やりたいことなんて考えてるとか選択する暇があったと。これ多分そのままもしそういう状況じゃなくて探したとしても見つからなかったと思います。だからキャンマストでしか僕はなかったんです、初めて。でずっとやっていくうちに、でも今は引っ越し会社でやっぱ日本一になるとか、僕で言うなら青少年教育みたいな話なんですけど、やりたいことになったんですよ。これは別に引っ越し会社変わってないです。自分のマスト、やらなければならないこととできること、キャンできることを一生懸命やり続けた結果、ウィルが出てきたんですよ。あ、俺これやりたいことかもと。それは業種の話じゃなかったです。職種の話でもなかったです。だからとにかくそうマストキャンをひたすら自分でやり続けた結果、それがウィルが出てきたんですよ。もう一回言いますが、何を変えたわけじゃないですか。職種を変えたわけでもない、業種を変えたわけでもないです。本質的なウィルが出てきたんですよ。俺これやりたいと。なぜならばだからやりたいことっていろんなその知識とか経験を積んだ上で出てくるものなんですよ、おそらく。これが本質なんですよ。探すものじゃないんですよ。結構やりたいことが見つからない職業にして、私のやりたいことはこれじゃないって言って転職する方って結構多いと思うんですけど、そういうことではない。そういうことはないです。むしろその職業とかを超えてまた別のところで何かこう自分のウィルが出てくる。だからみんななんか騙されすぎですよね。それ先ほど冒頭に言った YouTuber になりたいと、 YouTube が好きだから好きなことを仕事にしてみんないいなって言いますけど、売れてる YouTuber はおそらくですけど自分の好きなことだけしてないですよ。だってすごい例えば有名になっちゃったら街歩いても指さされますからね。変なことできませんよね。自分が酒飲んでパーってもう暴れたいとかって思ってもできないですよね。その瞬間に仕事を失いますから。プロってそういうことですよね。じゃあ本当にそれがやりたいことなのかって言ったら分かんないですよね。でもそれを超えて自分はこれをなりわいにしてこういう風にしていくとかっていうことになっていくから、好きなことだけやってるわけじゃないですよ。好きなことだけやりたいと思っても、じゃあそれこそコンプラ的にとかガバナンス的にとか、これはやっちゃいけないとかダメだとか、なんかいろんな制約がねプロになればなるほど出てきますし、で周りに与える影響も大きいから自分の好きなことだけやれないし、職業的に好きなことをやりたいと思っても、その手前でやっぱりそうじゃないこともやっていかなきゃいけないと思いますし、それをやる中でこの職業をやりたいというかは何か自分が果たしたい目標というか、そういったものがだんだんやっていくうちに見つかってくる。みんなそうですよ。じゃあ仮に今プロ野球選手になってる人が最初から野球に触れる前からイメージだけで俺がやりたいことはこれだって本当に思ってましたかって言ったら絶対そんなことないです。多分何らかしらがきっかけで野球始めて、でやるんだったら野球選手になりたいと思ったかもしれないけど、そのプロセスの中では多分最初うまく全然できなくて、やったことないし練習もしてないから全然下手くそでできなくて、でも、それを頑張って続けてきて、で本当になりたいと思って目指せるところに立ってとりあえずやってみて、でそれが本当のウィルに変わっていくのって多分プロセス経てると思うんですよ。いきなり最初から本当に俺はプロ野球選手になるっつって野球初日からやってる人ってそうそういない気がするんですよね。だからそういうのも巡り合わせじゃないですか。にもかかわらず仕事だけは最初からやったこともないのに、勝手なイメージとか情報だけで私のやりたいことは何なんだろう探してる、よくわかんないですよね。アップルさんのお引っ越しの業界なので、正直失礼ですけど、自分の周りでも引っ越し業界入りたいっていう人ってあんまり聞いたことがなくて、でも実際に働いてる方々、社員さんとか話聞くと、別に引っ越し業界にこだわったわけじゃないんだけど、体を動かすことが好きで、それこそ給料それなりに稼げるとかどこなんだろうなって時に、引っ越し業界にいいかもって思ってなんとなく入ってみたら、もう10年働いてますとか20年働いてますとか結構いて、そういうことなのかなというか、別に引っ越し業界が好きでいきなり入るわけじゃなくても、なんか体を動かすのが好きだからやってみた
たら意外と楽しかったやりがいがあったりとか、そういう他の仕事においてそういう感じはあるのかなって聞いてたりで大体そのやりたいことというか面白くなってくるのってやっぱ一定できるようになってからなんですよ。野球だってそれこそ最初やり始めた時はろくにキャッチボールもできないしろくに打てないしっていうところから始めて練習するしかないですから、そういう人たちの目線から見たらもう苦節ですよ。最初苦労してできるようになってきて打てるようになった投げれるようになったって楽しみを覚えてきたりとかしてまたのめり込んでいくわけじゃないですか。仕事も一緒で最初からできる人なんて基本いないんですよ。最初練習しなきゃいけないんですよいっぱい。その時に私やりたいことこの職種じゃないとか何を言ってんだ意味わかんないんだけどなと思うんですよ。ある程度やっぱり続けてある程度できるようになってから社会人としてもそうかもしれないしどんな職種業種であれ一定やっていいところ悪いところは必ず何でもあるんでそれを一通り舐めてでやっぱ自分もそれをこうできるようになってきてまた新しい楽しさが発見できたりとかするものなんでだから何を求めてるうちはだから絶対見つかんないですよね。やりたいことっていうのは探すものじゃなくて見つけるものなんですよ。やっぱりワットを重視したらいけない。職種業種じゃない。なぜその仕事で何が実現できるのかとかそれこそその仕事をしていてそのことがなんかすごい嬉しい楽しいなんか自分が能動的になっちゃう見つけるものなんです。人を喜ばすのが好きだとかだからこの仕事がいいんだとかってなってくるわけですしこの仕事をだから自分は興味がある例えばだから体を動かすことで気持ちいい汗をかくことで人に喜んでもらえることだとかその Y の理由ですよね。そういうところを考えていかないと私のやりたい仕事を探してます業種職種ですっていう人は一生見つからないと思うんですよ。最近僕ニュースになっている、新卒の方が1ヶ月本当に2、3ヶ月ぐらいですぐこう退職されてしまう。例えばこう某会社のよっぽどなんかこうブラックで法的にちょっとこれはまずいんじゃないのっていうようなことで辞めるのはちょっと除いたとしてなんかこうちょっと思ってたの違う仕事入社前の自分の やりたいことができる会社だなっていうのとちょっとこうイメージが違うみたいな、その最初に研修があったと思うんですけどそういうのですぐこうこれは違うってやめてしまうっていうのは、もう少し頑張ってみてはいいんじゃないかなっていうようななんか厳しいこと言うんですけど、それって僕からすると大げさですけど自分が野球をやりたいんだもうイメージは大谷翔平ですよね。メジャーリーグであんだけ投げて三振取ってあんだけホームラン打ってみたいな最初からそれができると思い込んで会社に入ってると一緒じゃないですか。なわけねえだろと最初から全部できると思ってだからそりゃそうなるよね。それも SNS とかもしかしたらテレビとかの弊害かもしれないですけどだから例えば成功した人がここにいるとしてねテレビとか SNS ってここしか放映されないんです大体。でもその人、全員そうですけど必ず YouTuber ってなんでそうですけど必ずスタートがあるんですよ。最初からこんなできるわけないんです全員。サッカーとか野球とかスポーツって考えたら最初からあんなできるのって絶対ありえないって分かってるわけじゃないですか。勉強だってやったことないのにこれを知ってるってありえないわけじゃないですか。仕事だって一緒なわけですよ。でもここしか映んないですよ。でも必ずここには絶対ここの最初があって下手したらこういう下積み時代があってこうなってるわけでここのプロセスをみんな考えてないっていうか見えてないですね。お笑い芸人としても売れたとしか見えてないんですよ。この究極の下積み時代とかで何やってたかとかってあんまり映んないじゃないですか。にもかかわらずこれだけ見て仕事もそうですよね。仕事でうまくいってる人だけ見て想像してるからここ全部抜き落ちてるんですよ。でいきなりやってこんなになれるほどお前は天才なのかとだとしたらもうそもそも就活なんかしてねえんじゃないですか。スカウトとかが自分で何かやってるでしょ。そのぐらいの天才だったら好きなことを仕事にしてはいけないというかは、好きなことをするのは別にいいんですが、それだけだと思い込んで仕事をしてしまうとちょっと違うのとやりたいことは探すんじゃなくて見つかるものだと。好きなことを探すんじゃなくて見つかるものだと。で What じゃなくて Why だと。最初からこれがやりたい仕事だなんていう仕事は絶対に違います。甘い言葉に吸い寄せられたくなるんですけどね。若い時はあんまり分かんないからしょうがないかもしれないけどこのチャンネルでは、ビジネスに役立つ知識そして、現場の様子とかさまざまな動画を配信しておりますのでぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画にもぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。